ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ついに公開を迎えたジェームズ・ガン監督の DC ユニバース最新作、スーパーガールの初週末興行収入が発表されたんだけど、事前の絶望的な予測をさらに下回る歴史的な大爆死になってしまったという話題についてよ。出たばい。公開前に4500万ドルまで落ち込むかもって言われとって、ザ・マーベルズ以下になるんじゃないかって危惧されとったよね。まさか、本当にそれ以下になったと。今日は、スーパーガールが叩き出した絶望的な数字の全貌。そして、主演女優ミリー・オールコックのファンを煽るような発言が、いかに興行収入に致命的なダメージを与えたかについて、徹底的に解説していくよ。自業自得の極みやね。お客さんを怒らせて映画館から遠ざけた結果がどうなったんか、めっちゃ気になるばい。しっかり聞かせてもらうけんね。それじゃあ、順番に見ていくよ。数週間にわたって興行収入予測が下方修正され続けてきたスーパーガールだけど、いざ蓋を開けてみたら、北米でわずか3800万ドルの初週末興行収入にとどまってしまったの。3800万ドル？ちょっと待って、事前の一番低い予想が4500万ドルやったやん。それすらも700万ドル近く下回っとるって、どんだけお客さん来んかったと。本当に誰も予想できなかったレベルの低さだよ。しかも、海外での初週末興行収入も3000万ドルと低迷していて、全世界での興行収入を合わせても、わずか6800万ドルにとどまってしまったんだよ。これは、現代の DC スーパーヒーロー映画としては、最も低調なスタートの一つなの。全世界合わせても6800万ドルって、制作費1億7500万ドル、宣伝費抜きとか言われとったよね。大赤字確定やん。それに、公開日が重なっとったライバルのトイストーリー5にはどうなったと？まさに、そのトイストーリー5に大きく差をつけられる形になったの。トイストーリー5は公開2週目だったんだけど、週末興行収入が約7000万ドルで、北米で依然として興行収入1位を維持したの。2週目のアニメ映画7000万ドルに、初週の超大作アメコミ映画3800万ドルがダブルスコアに近い数字でボロ負けしとるやん。初登場1位どころか、完全に公開週を間違えたレベルの公開処刑倍。これらの比較によって、スーパーガールの興行成績は、さらに懸念すべきものになっているの。例えば、DC 史上最大の興行的失敗作の一つと言われた、ザ・フラッシュは5500万ドルだったし、商業的に完全に失敗したと、広く見なされている、ジョーカー、フォリアド、ジョーカー2にも及ばなかったの。DC の黒歴史たちを次々と下回りよるね。そして、おそらく、最もわかりやすい比較対象が、マーベルスタジオのザ・マーベルズだね。同作は、国内で4700万ドルの興行収入を記録して、MCU 作品としては、歴史的な失敗とみなされたけど、スーパーガールは、それより約900万ドルも低い数字で終わってしまったの。ついに、ザ・マーベルズを下回ったんやね。そこが抜けた場合。さらに衝撃的なのは、ディズニーの実写版、白雪姫でさえ、北米で4220万ドル、全世界で8730万ドルのオープニング成績を記録しているの。つまり、ジェームズ・ガン監督の最新 DC 映画は、商業的に不振の代名詞となっていた作品のオープニング成績すらも超えられなかったということなの。白雪姫以下。あれも、主演が余計なこと言って大炎上した映画やん。炎上映画にすら負けるって、もう DC ブランドそのものがお客さんから見放されとる証拠倍。でも、なんでこんなに誰も見に行かんかったと？もちろん、作品そのものの評価も影響しているよ。一部のメディアは、この映画を高く評価したけど、全体的な評価は前作のスーパーマンに比べて明らかに低かったの。そして何より観客の反応を示すシネマスコアが B- という大作スーパーヒーロー映画としては異例の低い評価にとどまったんだよ。シネマスコアで B-? アメコミ映画って初日に見に行く熱狂的なファンがアンケートに答える件、普通は A とか悪くても B+ になるもんやろ？それが B- ってことは見に行ったファンですらなんやこれおもんないわでブチギレとるってことやね。そりゃ口コミも最悪になるばい。賛否両論の評価、観客の熱狂の低さ、そして低迷する興行成績。大失敗に終わる条件が全て揃ってしまっていたんだよね。でも、この失敗を決定づけた最大の人災について、ここで確信に触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからも、ここまでの話が面白い
見に行かなくて正解だったかも、と思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価をお願いするばい。みんなの応援が、うちらが動画を作るエネルギーになるけんね。ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。スーパーガールの公開までの数ヶ月間、主演のミリー・オールコックは、DC ファンの一部に対する、軽蔑的で侮辱的だと解釈される発言をしたことで、物議を醸す中心人物となっていたの。出た、アクション映画界のローザ・パークス気取りで皮肉られとったやつやね。具体的に、どんなこと言って、ファンを怒らせたと？映画のプロモーションツアー中、ミリー・オールコックは適切な人たちを怒らせることに抵抗はないと述べて、その後、映画の内容に異議を唱えるキリスト教徒の父親たちを嘲笑したんだよ。適切な人たちを怒らせるって、自分たちの作品に意見するファンを敵認定してわざと煽ったんやね。映画の宣伝で、そんな喧嘩腰になって誰が得すると？これらの発言は、ソーシャルメディアで瞬く間に拡散して、長年のコミックファンから猛烈な批判を浴びたの。ファンたちは、チケット購入を検討している層を攻撃することは、効果的なマーケティング戦略とはなり得ないと主張していたんだよ。当たり前ばい。お前らの意見なんて知るかって言っとる俳優の映画に、わざわざお金払って見に行くお人よしがおるわけないやん。映画館に行くのは、その適切な人たちも含まれとる一般のファンなんやから。ワーナーブラザースと DC スタジオは、この反発について、公に言及することをほとんど避けていたの。でも、この論争は、映画のマーケティングキャンペーン全体を通して、ずっと付きまとったんだよ。会社側も、主演が暴走しとるけど、触れたらもっと炎上するけん、スルーしとこ、って諦めとったんやね。これらの発言が、チケット販売にどれほど影響を与えたかを正確に数値化することは不可能だけど、ハリウッドでは、スターが獲得しようとしているファン層の一部を公然と批判したり嘲笑したりすると、観客が否定的な反応を示すことが繰り返し証明されているの。今回の歴史的な大爆死は、まさにその代償だと言えるね。レイチェル・ゼグラーの白雪姫と全く同じパターンやん。ファンを煽れば煽るほど、初動の数字がゴリゴリ削られていくんよ。これで、ハリウッドの俳優たちも、ちょっとは学習してくれたらいいんやけどね。この大失敗は、ジェームズ・ガン監督が描く DC ユニバースに対するビジョンが、一般の観客に受け入れられているのかどうかについて、深刻な疑問を生じさせることになったの。特に、今後予定されている DC の映画作品群に、さらに大きなプレッシャーを与えることになっているんだよ。これで終わりやないもんね。次は、何の映画が控えとると？今年後半には予算を大幅に削減したクレイフェイスが公開予定なんだけど、真の試練は来年夏に公開されるスーパーマン、マン・オブ・トゥモローなの。これは大ヒットしたスーパーマンの続編で、デビッド・コレンスウェットと今回問題を起こしたミリー・オールコックが再びタッグを組む作品なんだよ。あの煽り癖のある女優がまたスーパーマンの続編に出ると。それはスーパーマンの方にも変なケチがつきそうばい。もし、その映画も大ヒットせんかったら、ジェームズ・ガン監督の DC ユニバース、いよいよやばいんやない？ワーナーブラザースは間違いなく、スーパーガールが今後数週間で回復することを期待しているだろうけど、過去の例からすると、これほど低調で、シネマスコアも悪いスタートを切った映画が、その後興行的に成功することは稀なんだよ。奇跡の V 字回復は、はっきり言って無理ばい。今のところ、スーパーガールは単にシネマティックユニバースをリブートしただけでは観客が劇場に戻ってくるとは限らないという非常に高額な教訓を改めて示す事例となってしまったね。ファンを大事にしない映画はこけるっていう当たり前すぎる真実を証明してくれたね。ワーナーのお偉いさんたちは今頃頭抱えて反省会しとるやろな。次のスーパーマン続編がどうなるかいろんな意味で見逃せんばい。ということで、今日は DC 映画スーパーガールの歴史的大爆死と主演女優の炎上発言が招いた致命的な結果という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。